寒っ。霜を走る12月か。こんな雪の中走り回ったりしたら風邪をひいちまうがな。一杯やって体を温めたいところなんだが、さすがに大事なお仕事の前にアルコールを摂取するのはちょっとな。と、ちょうどいいタイミングで自販機があるじゃないか。なんだよ、コーヒーは売り切れか。他にあったかい飲み物はと。お、これか。汁粉なんて久しぶりだな。甘いもんは苦手なんだが、こういう時にはいいもんだ。やっこれ、よいしょっと。雪やまねえな。俺の名前は木桜光一。私立希望ヶ峰学園の下働きみたいなことをやってる。希望ヶ峰学園のことくらいは聞いたことがあるだろう。あらゆる分野の超一流高校生を集め育て上げることを目的とした政府公認の超特権的な学園。ちょいとばかり特別な高校さ。さて、体も温まったことだし行きますかね。創設から数百年、各界に有望な人材を送り続けている伝統ある学園であり、国の将来を担う希望を育て上げることを目的に掲げ、希望の学園とか呼ばれている。それにしても本当にこんなところに住んでるのかね。一っ子一人見えないじゃないか。そんな希望ヶ峰学園への入学資格は2つ。現役の高校生であること、そして各分野において超一流であること。新入生の募集は行っておらず、学園側にスカウトされた生徒のみが入学を許可されることになっていた。何年か前に予備学科なんてものが新設されて、高い入学金や学費と引き換えに受け入れ基準を満たしていない普通の少年少女を受け入れたりもしてるんだけどさ。さて、地図だとこの辺のはずなんだが。なんだよ。表札の文字が全然読めないな。だけど、ご丁寧に警備システム付きですか。どうやらここで合ってるみたいだな。それじゃ、お邪魔しますよっと。各分野において超一流の高校生をそれこそ世界中から探し出す。でもってその一人一人に直接会って希望ヶ峰学園に迎え入れるにふさわしいかどうかを判断する。それが俺のビジネスだ。明かりが漏れてる。この部屋で間違いなさそうだ。厳重なもんだね、こりゃ。自己紹介の必要はないよね。なるほどね。話には聞いてたけど、いざ対面してみると奇妙な気分になるもんだな。ともあれ、ようやく会うことができて嬉しいよ。とりあえずさ、中に入らせてもらっていいかな。おじさん年だから寒さに弱いんだよね。ありがとう。オンに切るよ。俺の名前は木桜光一。私立希望ヶ峰学園の本科教員。そして、じゃ、お話しさせてもらっていいかな。希望ヶ峰学園のスカウトマンだ。マスター、さっきと同じやつをもう一杯頼むよ。かしこまりました。飲みすぎじゃないのか、学園長。そういう気分の時もある。私立希望ヶ峰学園学園長、キリキリ人士が酒気帯び運転で逮捕だなんて頼むからやめてくれよ。未決書類が山積みでな。どうせ今晩も泊まりだ。
アルコールがたんまり入った状態で書類仕事ってのもあまりよろしいお話には聞こえないがね。そういうことは職場にこっそりと酒を持ち込むその悪い癖をどうにかしてから言うんだね。やけに絡むじゃないか。どうした？京子ちゃんに一緒にお風呂に入るのを嫌がられでもしたか？そもそも娘と一緒に風呂に入ったことなどない。うわ、最低ですね、お父さん。お前に家族のことでとやかく言われる筋合いはないぞ、光一。まったくずっと女っ気なしだったわけでもないだろうに、これといった相手とかいないのか？そうだね。お前さんに引っ張られて希望が峰学園のスカウトマンになったりしなきゃ、そういうご縁もあったかもしれないな。お前には感謝している。何？学生の頃からの腐れ縁が母校の学園長にまで出世したんだ。俺もおこぼれに預かもといい。力になってやるのは当然のことってものさ。今気になる言葉が聞こえてきたぞ。飲みすぎなんだよ。まあ金融だのプロスポーツだのいろいろな業界で仕事してきたけどさ、才能を芽吹かせ始めたばかりの少年少女を発掘して、それを大いに飛躍させる場所に連れて行く。今結構充実してるんだよ。本当だぜ。お前は自堕落で怠け者で面倒くさがり屋でどうしようもないダメ人間だったが、昔から人を見る目だけはあったからな。相変わらずきついね。それで第77期生候補の方はどうだ？結構難航しているみたいじゃないか。この学校を卒業できれば人生において成功したも同然なんて話が広まってしまうとね、スカウトされそうな人間を見繕ってあらかじめ手を回そうとするような企業だの。金を積み上げてなんとか自分の親族を本家に押し込もうと目論む偉いさんだの。まあ厄介な手合いが増えてるよ。受け皿として設立した予備学科もむしろ焼け石に水だという意見があってな。俺の顔もすっかり割れちまってるし、最近はやりにくくて仕方がないよ。ちょっと買い物に行くだけで誰かをスカウトに出かけるんじゃないかって勘ぐったマスコミ連中がこそこそとついてくるしな。それは問題だな。そのあたりは手を打ってくれるよう理事会に伝えておく。そうしてくれると助かるよ。とりあえず何人か候補者がいるから明日から回ってくるつもりだ。何にせようまく話が進むことを祈るよ。そうあってほしいもんだね。ほんと。どちらまで？駅まで頼むよ。参ったな。全然頭痛が収まらないわ。昨べはちょっと飲みすぎたから。お客さん、希望が峰学園から出てきましたよね。あそこの先生？まあそんな感じ。参ったな。運転手さんの声が壊れたレコードみたいになってるよ。これはせめて半休を取った方がよかったかな。超高校級の才能の持ち主ばかり集めた学校か。僕みたいな人間には縁なんてありませんでしたけど、なんか憧れちゃうな。給料も相当いいんでしょ？まあその分仕事の方もハードだけどね。労基監督署に知られようものなら大変なことになるよ。とはいえ今週中にあと3人は見て回らないとスケジュール的に厳しいし。あんな学園で教師を務めてるくらいですから、お客さんもあれですか？なんかすごい才能があるんですか？元超高校級のスカウトマンってやつさ。優れた才能を持つ他人をうまく見つける才能なんてあっても大してありがたくもないがね。そりゃすごい。僕の才能もその眼力で見抜いてくださいよ。まずいな。なんだか視界までぐるぐる回り始めた。そろそろ着きますけど、ロータリーの方に止めれば。お客さん、なんだかすごい汗かいてますよ。だ意識を
保っていられない。大丈夫ですか、お客さん。ああ、あんた悪いけど、あと頼むわ。お客さん、しっかりしてください。お客さん。こちら、処方箋をお出ししておきますので、近くの薬局でお薬をいただいておいてくださいね。はありがとうございました。お大事に。やれやれだ。途中から面談なんだか問診なんだかよくわからなくなったものの、とりあえず一人目のスカウトを終えることができた。対象は積金みかん、超高校級の保健委員の筆頭候補者だ。顔の上に何か柔らかいものが。これは白い布か。いや待てよ、もしやまさかこれひょっとして。動かないでください。動こうにも動けないというか、動きたくないというか。現在在籍中の看護学校における成績は座学実習ともに申し分なし。対人関係に不安な面はあるが、環境を変えることで改善を図ることは十分に可能であろうと。こんなもんかな。希望が峰学園といえば、あれですよね。そこに行けばどんな夢も叶うという。どこかにあるユートピアってね。っていうか古いな君。びっくりして頭が真っ白になっちゃいました。でもそっか、私がそんなに嬉しいもんかね。まあ嬉しいだろうな。一時はどうなるかと思ったが、とりあえずいけそうだ。この調子で勧誘してみせようじゃないか。この時の俺はちょっとばかりいい気分になっていた。言ってみれば季節外れのプレゼントを配るサンタクロースにでもなった心持ちとでも言うのだろうか。こういう気分が味わえるならスカウトマンという仕事も悪くはない、そう思ったのだ。だがしかし俺はすぐに思い知らされた。そんな感情はただの錯覚に過ぎないのだということを。君たち落ち着いて、先生たちの指示を。なんだ君たちは。この学校に九頭竜冬彦ってガキがいるはずだ。この人たち銃を持って生徒たちに乱暴なことは。黙ってろ。ガキさえ渡せば手荒なことはしねえ。さっさと旗木衆の前で生きがるんじゃねえ。このドサンピッなんだこいつ。俺たちは誰だと。知らねえし知る必要もねえよ、このボケどもが。大方こないだうちが潰してやったハスタ組あたりの生き残りだろうが、どうせ今日限りにシャバとはおさらばだ。おいガキ、この弾きが見えねえのか。ああ、よく見えてるぜ。トカレフ TT33、合計は 7.62 ミリ、装弾数8発のシングルアクション拳銃だ。ただし亡国製の変造品で3回に1回は暴発するガラクタだがな。そうなんですか兄貴。暴発とか危ないじゃねえですか。うるせえ。これだからマニアは嫌なんだよ。それにしてもこのガキ一体。話に聞くミリオタってやつですかい。んだよ、さらいに来た相手の顔も知らねえとは。てめえらただの鉄砲玉かよ。まさかこいつがクズ竜組の。
こんなチビガキが。おい三下、てめえ今チビっつったか。なあ言ったよな、チビってよ。片木の皆さんに似ている前だ。穏便に済ましてやろうと思ったんだが。なんてさっきが。まるで狂犬病のチワワみてえだ。五体満足でこっから帰れるとは思うなよ。asta組の鉄砲玉だと。里賀組のヒットマンだと聞いたぞ。何にせよバカな奴らだ。たかが5、6人の兵隊でうちの若をどうこうできるものかよ。とにかく九頭竜組のメンツにかけて一人たりとも逃がすんじゃねえぞ。うわ、とんでもないことになってる。対象は九頭竜冬彦。3万人を超える構成員を擁すると言われる国内最大の指定暴力団九頭竜組の跡取り息子。事務所に押しかけるのは指が何本あっても足りなそうだから、こうして学校の方に来たんだが。兄貴、俺の足が変な方向に。どうしてガキ一人に手も足も出ねえのかよ。こりゃスカウトどころじゃ。しまった、油断した。くせ者。女子高生。お引けなすって。これよりあげます言葉の後先、間違えましたらごめんなすって。手前、姓は九頭竜、名は冬彦と発します。家業未熟の駆け出し者でございます。あ、これはどうもご丁寧に。木桜さんつったか。うちのもんが手荒な真似をしちまってすまなかったな。見ての通り、ついさっき抗争が勃発しちまってよ。気が立ってやがんだよ。うちのもんね。ったく、おめえまた学校吹きやがって。日中はちゃんと登校しろって口を酸っぱくして言っただろうが。私は坊ちゃんの所有物です。坊ちゃんが襲われれば盾となって守り、坊ちゃんが殺意を抱けば剣となって殺す。ただの道具です。あーくそ、口を開きゃそればっかだなおめえは。九頭竜組から与えられた道具なんていらねえって俺はいつもあれほど。まあそりゃいいわ。であんた、よりによってこの俺をスカウトしに来たんだって。うん、その通り。悪い話ではないと思うんだけど。希望が峰学園つったらあれだろ、超高校級の才能をかき集めてるってけったいな学校だよな。差し詰め俺は超高校級の極道だろうな。ま、日本の極道界は今や九頭竜組の天下だ。その跡取りともなりゃそんな風に呼ばれてもおかしくねえ。ああ、いや、そこは勘違いしないでほしい。希望が峰学園は九頭竜冬彦個人の才能を見込んで本科生としてぜひとも迎え入れたいと考えているんだ。君が選ばれたことと君が九頭竜組の後継者であることは関係ない。そうかよ。まあこんなことがあったんじゃどうせ今の学校にはもういられねえしよ。渡りに船っちゃ渡りに船なんだが、でもいいのかい？何かな？気になることがあるなら何でも答えるよ。あんたが見た通り、九頭竜組は両手両足の指じゃ足りない危ねえ連中から恨みを買ってんだ。俺は今日みたいなことを今までに何度も繰り返してきた。あんたの大事な学校で同じことが起きねえって保証はできねえぞ。その点は心配しなくていいよ。創設から数百年、日本の未来を担う希望を送り出してきた希望が峰学園をその辺の無防備な学校と一緒にしてもらっちゃ困る。下手な国の軍事施設並みの警備部門が校内をがっちりガードしていてね、テロリストが押しかけてきたくらいじゃびくともしないや。そりゃいいな。失礼ながら君のこれまでの学歴は調べさせてもらったよ。小学校は14回、中学校では6回転校。その全てが対立組織の襲撃によるものだってね。貴様。ペーコ。君が明るく楽しい学園生活を送りたいと思っているかどうかはわからないけど、少なくとも希望が峰学園にいる限りはそういう環境を用意することが可能だと思うんだけどね。
俺は仲良しごっこには興味がねえ。クラスメートとの交友は任意だ。君がそれを望まない限り強制されるようなことはない。授業だってサボり倒すぜ。それでいいのか？うちの学園ではね、授業を受ける義務がそれほど重視されていないんだ。才能を磨くこと、そして年1回の実技試験でそれを証明すること、それが本科生に求められる最低限の義務だ。どうだろう、考えてくれるかい？お気をつけてお帰りください。どうか若をよろしくお願いします。結果的にうまく話が進んでくれたけど、やっぱこういうとこに来ると肝が冷えるね。まあ送り狼さんがついてきているみたいだけどさ。やはり気づいていたか。貴様一体何者だ？何者って一階のスカウトマンなんだけどね、一応。貴様が一階のスカウトマンなら、私はただの剣道少女だ。坊ちゃんは気に入っていたようだが、私の目はごまかせない。組事務所の中で見せたその胆力、その気迫。過去坊ちゃんの前でそんな態度を取れたのは、坊ちゃんに真剣勝負を挑んできた大和田大也という男ただ一人だ。いいよ、続けて。何よりも私の一撃を受けた時、混沌こそしたがお前は一切恐怖を感じていなかった。お前表の人間ではないな。まあこんな仕事を長いことやってきてるとさ、それなりの修羅場はくぐり抜けてきてるけどね。私は坊ちゃんの道具、それが私の役割。私はそのためにクズ竜に拾われ、そうあるように育てられてきた。坊ちゃんに害をなす者を私は決して許さない。なるほどね、つまりこういうことかい。クズ竜冬彦の傍らに常に付き従い、その身を守るのが君の役目だけど、彼が俺の誘いに応じて転校したらそれを果たせなくなってしまう。君の理屈ではそれは彼にとって害をなすということになるのかもしれないね。黙れ。ああ、希望ヶ峰学園には一応予備学科ってものがあってね、超高校級の生徒たちの集まる本科とは違って一般入試を経て入学する学科のことさ。さっきクズリュウ君の妹さんが資料欲しいって言ってたのを君も聞いてたから知ってると思うけど、本科の人間とは校舎もカリキュラムも違う。同じ学園内ではあるけど接点を作るのは結構難しい。黙れ。おっと、話を最後まで聞いてほしいな。今日俺が会うつもりだったのはクズリュウ冬彦君以外にもう一人いてね。何？1年生にして名門白縫高校剣道部のエースペコ山ペコ君。希望ヶ峰学園には君を超高校級の剣道家として迎え入れる用意がある。私？ここに君のための入学案内があるんだけど、もう一度最初から同じ話を繰り返した方がいいかい？第77期生候補のスカウトはこんな具合に、結果だけ見ればまあ順調に進んでいった。目の前でヤクザ同士の抗争が始まるみたいなトラブルはそうそう続かなかったけれど、いや、前言撤回。こんなこともあった。伏せろ！バリケードが吹っ飛ばされた。なんだよこれ、ショットガンか何か？いや、これはペリットだ。ある種の鳥には消化しきれなかった獲物の骨や殻を固め、口から吐き出す習性がある。ペリットってさすがは108魔星の一翼、天衛星の担い手よ。飛び道具は奴にとって宣戦布告の合図。すぐにこちらにやってくるぞ。あ、なんかでっかいのが飛んできた。気をつけろ。森の哲学者と呼ばれるだけはあり、奴は頭が切れるだけでなく読めが利く。どこから襲ってくるかわからんぞ。やつっていうかフクロウだよねこれ。正確に言えばシマフクロウ。動物界脊索動物門長江フクロウ目フクロウ科シマフクロウ属。
翼を広げると180センチに及ぶ世界最大クラスのフクロウだ。日本では北海道および北方領土に生息する。なんでこんなのまで話し飼いになってるのさ。言わずと知れたこと、封印が解かれたんだ。封印って？ここは福間殿、天候36世、視察72世の魔の眷属どもを閉じ込めた呪わしき館。しかし今、何者かが封印を破壊し、強制どもが折々解放されたのだ。かの忌まわしき者どもが外界に出れば、この世は阿鼻教官渦巻く朱地肉林の巷と化すであろう。朱地肉林はちょっと違うんじゃないかな。外界からの客人よ、すまないがどうか手を貸してほしい。約4万の魔力を有し、圧倒せし炎の王者と呼ばれた俺様でもこればかりは手に余る。何がどうなってこんな目に。今回の対象者は田中が、危うくメモ帳を落とすところだった。どんな動物でも手なずけ、絶滅危惧種の繁殖にも成功したことがあるという超高校級の飼育員の筆頭候補だ。その飼育員としての才能は動物と会話もできるという噂が囁かれるほどのもの。生きとし生ける者と心を通わせる穏やかな青年なのだろうとてっきり思っていたのだけど。その声、点検成果。はいえー、クマなんで。慌てるな、ただの月のワグマだ。食肉目クマ科クマ属、別名をアジアクロクマ。なんでそんな猛獣まで。安心するがいい。こいつらには普段から栄養たっぷりの果実しか与えていないので、人肉などという悪食には興味がないはずだ。ただ何なの。いささか人懐っこすぎる嫌いがあってな。人間を見ると大喜びで相撲を挑んでくる。あと2匹の仲間を呼ぶ。やはり来たな。天平星に天敗星。わあ、安心できる情報が全然ないよ。有効な技は巴投げだ。俺が眠り薬入りのきびだんごを用意する間、なんとか注意を引いてくれ。そういう便利なものがあるならあらかじめ用意しておいてくれないかな。何やら飼育していた動物たちが飼育舎の中に逃げ出してしまったらしく、ご覧のありさまなのだった。面白いこと思った。捕らえも捕らえたり、107匹か。その助力覚えておいてやろう。火事場のバカ力ってやつか。人間命がかかるとなると何でもやってしまえるもんだね。いささか興奮状態にあるようだが、俺様の可愛い配下たちだ。命令なくして人を殺めるような愚かしいことはせん。ここでは田中と呼ぶがいい。誰が聞いているかもわからぬのでな。田中君、君はどうして動物たちの面倒を見ているんだい？実に愚かな質問だな。木桜と言ったか。求めた問いのすべてに答えが用意されていると思うならば、それは傲慢というものだぞ。それは自分でもわからないということだと解釈していいのかな？教師のようなことを言うのだな。一応教師ってことになってるんだね。そこに命があった。俺様の慈悲にすがらねば、この残酷な世界では生きていけない、生きることを許されない命がな。弱肉強食という言葉がある。弱者の犠牲の上に強者が栄えるという考えだ。もしそれが正義とされるなら、強者たる俺様は全力でそれを否定し、弱者の全てをこの手ですくい上げてみせよう。それだけだ。それにしてもどうして檻が開いてしまったのかな。理由の想像はついている。これを見るがいい。これは木切れのようだけど。その通り。先ほど拾ったものだが、これは檻の扉を封じていた缶抜きであったものだ。ここを見てくれ。まるで鋭いのみで削られたかのようだ。心当たりがあるのかい？このようなことができる者は奴しかおるまい。108の強制たちにあって五個将を束ねる天遊星。部において奴を超える獣は地上にはいるまい。まさかライオンとかそういうことはないだろうね。つがいなくして狩りもできぬ百獣の王など、奴の足元にも及ばぬ。かの魔獣ジャバウォックもほふる地上における恐怖の権化。俺様とて
未だ奴を御しきれてはおらんのだ。そろそろ次の用事が。感じるぞ、かの者が放つ気配。奴どうやら我々の裏をかき、この先人の修羅場の入り口に回り込んでいるものらしい。そんな気はしてたんだけど、やっぱり逃げられませんですか。そうですか。そこからが大変だった。誓って言うが、あの猛獣は断じて我々がよく知っているウサギかノウサギ赤の生き物ではなかった。何なんだあの牙は。まるで刃物か何かじゃないか。いいか、3こそが貴様が数えるべき数であり、数える数は3でなければならない。5は論外だ。俺を踏み台にした。俺様がガンダムだ。実際奴の好物だというアンティオキア製菓店のパイナップルを手に入れることができなかったならば、俺たちはあの飼育舎から生きて出ることは叶わなかったかもしれない。ありがとう。こんなに嬉しいことはない。凄惨な戦いを乗り越えた俺たちにもはや会話は不要だった。俺は希望が峰学園の入学案内を渡し、彼はそれを受け取った。言いたいことは山のようにあったし、一刻も早くそこから立ち去りたい気持ちもあったが、少なくとも動物たちに向けられた彼の情熱は本物だった。今はそのことだけを信じよう。一人と108匹に見送られ、俺は未だかつて感じたことのない安堵感に包まれながらその飼育舎を後にしたのだった。お世話になりました。学食にでも行くか。トレース代重いな。またやっちゃったな。確かにさ、君の技術とセンスは素晴らしいと思うよ。君と一緒にやればコンクールの入賞は間違いないし、プロになってアニメの歴史に名前を残すことだってできるって、みんなそう信じてた。だからこそ部室に泊まりがけでほとんど徹夜続きでここまで頑張ってきた。でもさ、ダメなんだ。僕たちは高校生なんだ。それ以前に人間なんだ。授業に出なきゃいけないし、試験だって受けなきゃいけない。家族のこともあるし、将来のことだって考えなくちゃいけない。僕たちはプロじゃない。アニメのためだけに何もかも切り捨てることができる人間ばかりじゃないんだよ。せめて部室を使わせてもらうことはできないでしょうか。これは本当は言いたくなかったんだけど、みんなもう君の顔を見るのも嫌だって言ってる。嫌いなんじゃない、嫌なんだ。君が鉛筆を走らせている音を聞いただけで動悸が激しくなり、息苦しくなる。僕はまだ軽い方なんだけど、見てくれ。今この瞬間にも手の震えが止まらないんだ。そんな。君の責任じゃない。君の才能についていけない僕たちが悪いんだ。君だったら一人でも十分にやっていける。いつの日か君が作った素晴らしいアニメを目にする日が来ることを祈ってるよ。僕たちは視聴者としてその日を楽しみに待たせてもらうことにしたいんだ。なんでだよ。どうしてみんなもっと頑張れないんだ。アニメには無限の可能性があっても人間の一生は有限だ。今僕たちがやらなきゃ世界を変えることなんてできやしないのに。なるほど。アニメで世界を変えるのが君の夢というわけか。やれやれ。またしても修羅場っているみたいだけど、ヤクザ同士の抗争や猛獣との戦いに比べればだいぶ穏便に済みそうだ。一体何を。
ああ、気にしなくていい。こっちの話だから。君、御手洗亮太くんで間違いないよね。そうですけど。僕はね、こういうものだ。スカウトマン希望が峰学園。希望が峰学園って君が動画サイトに投稿したアニメ、拝見させてもらったよ。アニメを見て泣いたのは子供の頃以来だったよ。素晴らしい才能だ。ひょっとして僕を？そう。希望が峰学園は君を超高校級のアニメーターとして迎え入れたいと考えているんだ。無論君の才能を伸ばすのに必要な最高の環境を用意しようじゃないか。その話が本当なら、他の誰の手も借りないで僕一人なってて。ああ、こいつもそうなんだな。抜きん出た才能に恵まれ、普通であれば手の届きそうにない、だけど決して不可能ではない大きな夢を持っている。ぜひ詳しい話を聞かせてください。才能も夢もない、誰でもない俺とは全く違う。希望が峰学園。まあ所詮本当の俺には縁のない世界だ。僕を希望が峰学園に入学させてください。本当の俺か。そんなものどこにもいやしないのにな。過労、睡眠不足、栄養不良、自律神経もズタボロ。そこに持ってきて急性胃炎ときたもんだ。とんだ長期休暇になっちまったな。木桜さん、またこっそりお酒なんて病院に持ち込んで。いや、看護師さん。これはですね、般若糖と言いまして、お坊さんがたしなむとっても体にいい飲み物でして。般若糖って、要するにお酒じゃありませんか。お姉さん、学があるね。すぐそうやってごまかそうとして、そんなだから先生から厳重に監視するよう言われちゃうんですからね。はいはい、ありがたいことで。ああ、そうそう。危うく忘れるところでした。木桜さん宛てに郵便が届いてますよ。あ、それどうも。郵便物を。さっきの便と引き換えです。これ、親父の形見なんだけどな。木桜さんのお父さんなら、先週お見舞いに来られたばっかりじゃないですか。やれやれ。退院するときには返してくださいよ。やれやれはこっちのセリフです。はい、どうぞ。どれなんだ。差出人のところに何も書いてないじゃないか。中身は書類か？積み木みかん、くず流冬彦、ペコ山ペコ。俺がこれから回る予定だった候補者たちの書類じゃないか。おいおい、これは一体どういうことだ？何を言っている？報告書なら昨日お前から受け取ったばかりだぞ。そういうことならいいんだ。忙しいところすまんな。ご丁寧にも病院から連絡が行ったはずの俺の入院の件がきれいに握りつぶされていって、その上で俺を名乗ってスカウトをして回った奴がいると。これはつまり楽してノルマを達成できたってことで済ませるわけにはいかないよな。とりあえずこいつらについては予備調査の段階で本科の入学権が内定していたから、まあ今から改めて面談に行く必要はないとして、問題はこいつの存在か。匂うぞ、プンプン匂う。未だ世に知られていないとんでもない才能の持ち主の匂いがね。こりゃ面白くなってきたじゃない。待ってろよ、絶対に探し出してやる。とまあそういう次第だ。まさかタクシーの運転手が君だったとはね。なるほど。そして俺の存在に気づいたわけか。
オッケー。君がどんな人間にでもなりすますことができるのは分かったよ。ややこしいからさ、そろそろ俺の声真似はやめてくれないかな。だろうね。まだ練習中なんだが、とりあえずこれでいいか？話には聞いていたけど、こうして目の当たりにすると驚きの一言だね。声だけならともかく、顔つきからして別人みたいじゃないか。でもまあ、その特徴的な体型だけはいかんともしがたいようだけどね。褒め言葉として受け取っておこう。それにしてもよくたどり着けたものだな。俺のことに気づいたのも、俺のアジトにたどり着けたのも、お前が初めてだ。一応これでも、元超高校級のスカウトマンってやつでね、一度目をつけた相手を追跡することは得意中の得意なのさ。なるほど。甘く見ていたようだな。どうかな。君、俺が探していることなんてとうに気づいていたよね。あからさまな手がかりもいくつか残してくれていたみたいだし、本当は俺に見つけて欲しかったんじゃないの？それで俺を守備よく見つけ出したあんたは、これからどうするつもりだ？詐欺師として警察に突き出すつもりなら無駄だぞ。俺には本名もなければ戸籍もない。言ってみれば、この国には実在しない人間なんだからな。そこなんだけどさ、ちょっと考えてることがあるんだよ。君の作った報告書をじっくりと読ませてもらったよ。まるで俺自身が作ったみたいな、いや訂正するよ。俺が書いたやつよりもずっと出来のいい、熱意に溢れた推薦文だったよ。それで思ったんだ。君、希望が峰学園にすっごく興味があるんじゃないのかってさ。言ったはずだ。俺には本名もなければ戸籍もない。どこにでもいる。そしてどこにもいない人間だ。人に誇れるような才能もなければ、成し遂げたい夢も希望もありはしない。ただの名無しの詐欺師だ。これまでの君はそうだったかもしれない。だけどこれからは違う。君は今こそ自分を手に入れる。この俺が超高校級のスカウトマンが認めたからには間違いない。君は今日からただの詐欺師じゃない。超高校級の詐欺師だ。希望が峰学園は君と君の素晴らしい才能を歓迎するよ。俺が超高校級の詐欺師？俺の名前は木桜光一。私立希望が峰学園本科教員だ。そしてここに君のための入学案内があるんだけど、もう一度最初から同じ話を繰り返した方がいいかい？希望が峰学園のスカウトマンだ。